はいさん、クリスタル、ちょっと年末年始僕飲みすぎて体限界です。もうバーソンさん、The body is the vessel for your soul。まあ去年も教えてくれたよね、いろいろ健康食品とかもね、まあ気をつけるよ。でもとりあえずちょっと限界です。せっかくのブルーゾーンの沖縄に住んでるから、今日は伝統的な料理を学んで調理して食べて力つきましょう。あ、いいですね。ちょうどお腹空いたし、もう素敵なねヘルシーなものを体に入れればきっとこの年末年始の飲み過ぎも治ると思います。楽しみです。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。はい、宮國先生、よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりです。私は琉球薬膳研究家の宮國幸恵と言います。食文化をこの沖縄で伝えていくために活動をしていて、ですね、もう30年ぐらい食に携わる仕事をしています。で、今まで病院で勤めてたんですけど、子供ができたきっかけで独立して、今ここで料理教室とその文化を伝える教室をしております。今日はどんな体験をするんでしょうかね。今日は琉球料理に宮廷料理とあと庶民の料理っていうことで2つに分かれてるんですけど、それを今日はお二人に料理を体験してもらおうと思ってます。あ、ぜひ、じゃあお願いします。楽しみです。今日は煮仮の白あえといって、沖縄は結構加熱をする料理が多いんですけど、今日は生で料理するんですよ。で、これは結構苦いんですね。で、これを豆腐と味噌とピーナッツバターで和える伝統料理があるので。ピーナッツバターも使うんですね。はい、じゃあまずはクリスタルさんにはこの煮仮を切ってもらうのと、お豆腐をちょっと手でほぐしてもらいたいので、この中で、煮仮っていうのはどういう効果とか、そうですね、この苦味はよく沖縄は昔、琉球時代はお薬もない時に、この煮仮を潰してトントンって潰して汁を絞って、お腹が痛い時に胃腸の調子悪い時にこの薬を飲ませると胃の調子が良くなるっていうことで薬として使われてることが多かったんですよ。逆流性胃腸炎って言って、なんか胃が弱いとこの唾液が出てきたりとか、ちょっとゲップっていうか出たりとか、そういう症状を良くしていくっていう効果があるんですよ。じゃあこの素敵な効果のあるものと宮廷料理っておっしゃってたので、他に何品かとかあと2品作ってまして、先生があらかじめ、はい、もう先に作ってます。じゃあ私たちはこの煮仮の体験だけを、これお味噌とピーナッツバターですね。すごいですね。味噌とピーナッツバター混ぜようと。なんか発想はないですね。これをこの混ぜ合わせ方は昔から伝統的に宮廷料理にされてたんですね。こんな感じで。はい。先生はこうやってじゃあここで料理教室もされたり、その昔の宮廷料理とか、僕そう、昔の宮廷料理だったりとか、沖縄の食事がどうして健康なのかなどをこちらで普段から教えられてるんですか？料理を教えてるわけではなくて、そのなぜどんな栄養があって、健康長寿だったのかっていうことを教えています。そっちの方がね、もちろんメインで、でその中で出てくる料理の、でも作り方とかも教えたりするんですね。めっちゃ美味しそう。あといい香りがする。だからじゃあ茶色い四角のものに、美味しそうですね。ちょっと試食したいでしょうかね。はい、ぜひお願いいたします。
じゃあ我々の作品作ったねこちらもありますけれども、先生が用意してくれた2品が来ておりますが、見たことがないものですね。あ、そうですか。まずミヌダルといって、ミヌダル、はい、黒ごまをすり鉢でずっとすって、で粒々がここまでペーストになるまでずっと。でそれからだいたい沖縄の肉って脂が多いんですけど、脂身があるのもちゃんと取って、でそれで2時間ぐらい漬け込んで、それから蒸し器で蒸して、沖縄の宮廷料理ってこの器のサイズにも合わせてちゃんとこのサイズにはまるようにっていうようなものも考えられるんですよ。だからとっても丁寧なんですよ。これは健康的な意味合いでは。そうですね。私は、沖縄に残されている食医学書というものを研究してるんですけど、その医学書にはもう2ページにわたるぐらいごまの効果が書かれてるんですよ。もう足腰を強くするとか、髪を黒くするとか、耳が聞こえやすくなるとか、骨を作るとか血を作るとかって、もう総合的に人間に必要なものがこのごまには入ってるっていう。でごまの粒々だとそういう効果が半減するんですけど、それを潰してやるとより吸収が、ある意味ペースト状に近い感じ、の方が吸収がいいんですよ。吸収がいいですね。でそれでこの豚肉とごまを組み合わせるとさらに効果が倍になるんですよ。って書いてあるんですね。琉球の食医学書、王様のため、王家のための食材の効能が書かれてるんですよ。どんな時にはこれを食べろとか、もうこれって長寿、命を伸ばすっていう効果もあるので、沖縄はもともと長寿の世界一だったので、こういうものを食べてたから多分世界一だったと思います。これはもう非常に楽しみです。こちらはボロボロジューシーと言います。ジューシー、ジューシーなんですね。ジューシーというとイメージはおにぎりとかっていうイメージがあるんですけど、これは今日中に入ってるのはこのよもぎ、フーチバー。フーチバーよもぎですね。はい。で、ご飯お米と炊いてこの豚肉で、豚肉も必ず湯がくんですよ。余計な油を捨てて、でこれ、生で食べると硬いので、もう本当に柔らかく、手で一旦洗濯するみたいにやって柔らかくして、それから入れて炊くんですよ。体調悪い時とかちょっと風邪気味とかに食べてます。風邪とかに効くんですね。これも宮廷料理。庶民の料理というか、こちらは庶民料理。今でも多分家庭ではこういうの二日酔いとかじゃあもう年末年始飲み過ぎたからちょうどいいかなって思ったんですけれども、やっぱり庶民料理は庶民は食べなさい。僕は王様の料理をいただきます。冗談です、冗談です。一番の庶民なんでこの中で。もういただきましょう。食べますか？食べましょう。いただきます。いただきます。まずね、本当にちょっと作ったものを、はい、OK です。どんなものかいただきたいですね。美味しい。苦菜の苦いと味噌の辛いとピーナッツの甘いがいい感じにねバランスして、新しい食べたことないような味ですね。苦菜もそのまま食べてるから非常に健康的ですよね。茹でたらビタミンミネラルとかがねちょっとなくなるんですけど、生だからすごく健康的。ちょっと次はね、僕この魅力的な魅惑的な豚を最後に取っておきたいので、まず定番のジューシー、いただきたいと思います。ボロボロジューシー。これ超美味しい。何が入ってるんですか？これが庶民料理ですか？はい、これは味噌とお米と豚肉とよもぎをずっと一緒に炊いてるんですよ、長く。あとかつおだしと豚だしが入ってるんです。じゃあでも王様が食べてた豚も食べてみたいと思いますけれども、いただきます。どうですか？どうですか？もう最高。豚の最高の美味しさと、この油がないというメリットと、そこにもこの
高級の超美味しいごまがさらに濃厚ね、だってもう最高ってしか言いようがないです。こんなに素晴らしい、料理の中、ただそれだけではなくて効能っていうか体が喜ぶ、美味しいだけではなく健康で喜ぶっていうことが残されているので、これをもっと若い人たちに伝えていきたいっていう思いで教室を開いてます。沖縄って神の島って言われてますけど、私は今いろんな研究していく中料理も神業っていうか神の授けたものみたいなものと思っていて、なんかすごい意味がある、深いです、とっても。先生の今後の一番の目標は何ですか？はい、そうですね、本当にこれまで長寿世界一で、今ブルーゾーンでもブルーゾーンとして沖縄も有名になってきてますけど、それをまた昔に戻す健康な島に持っていくことが大きな目標です。先生本当に今日長時間、もうそして美味しいありがとうございます。それでは皆さん、See you, see you.